中島ワルコンゾの千秋です。安藤です。バニラのトラックって言ったら何かわかる？都会とかで走ったらうるさいやつやろ。そうそう、バニラってやつ。うるさいトラックのことを総称して、アドトラックって言うんやけど、アドトラックが、ちょっと前の話になるんやけど、今年の7月から規制が強化されたっていう話を今回取り上げていきたいんやけど、アドトラックが何かっていうと、いわゆる広告宣伝車のことで、訴求したい事柄の広告や宣伝を主たる目的として運行設置される乗り物のことで、大体は人目の多い繁華街とかを走行しながら通行人の目に触れさせることで宣伝活動を行うべく運用されとって、広告宣伝車、アドトラックとして使用される車両はトラックがほとんどで、大型トレーラーから軽トラックまで様々あるんやけど、バスが用いられることもあって、広告される商品は芸能、テレビ番組、ウェブサイト、性風俗、パチンコなど多岐にわたる。で、もともと東京都では2021年から広告宣伝車が公道で走行許可を得る際にデザインの審査を受けないといけないっていう規制がされとって、自由に走れるわけではなかったんやけど、この規制が罰則がない上に東京都外の広告宣伝車には適用されやんっていう欠陥があって、で、ずっと10年以上東京以外のナンバーの車やったら好き放題アドトラックで騒音まき散らしてギラギラに LED 光らせて走れとったんよ。はいはい。東京でも新宿とか知っとると、バニラに限らずホストのアドトラックが練り歩くって走り回っとったんやけど、今年の6月30日から東京都外のナンバーの車に対しても LED で映像を流すとかの広告が禁止となって、派手な色や過度な光を伴う都内の繁華街とかを走るのが規制されるようになったと。だいたいアドトラックって今ホストかバニラも求人サイトの宣伝ではあるんやけど、あれ結局風俗の求人サイトやから、はいはい。そういうのを子供とかの目に触れさせるのは悪影響だっていうことがあって規制されるに至ったよな。で、冒頭にもあったけど、バニラカーってさ、すごい有名やん。有名。一度は聞いたことあると思う。てか、日本人ならほとんどの人が知っとると思うんやけど、バニラカーって何なんかなってちょっと調べてみたら、山梨県の南鶴郡に本社を置く株式会社ミライトが運営する性風俗店などを専門とした求人情報サイト、高収入求人情報、バニラの広告、宣伝をする車のことをバニラカーっていうらしい。バニラカーで通じるもんな。バニラカーでウィキペディアがあるくらいやからな。はいはい。で、俺はこれ、東京だけで走っとんのかなと思ったら、東京に限らず、大阪、名古屋、福岡、あと、結構地方でもたまに走っとったよ。最近は全然聞かんけど。で、しかもバニラってさ、ギャルみたいなキャラクターがおったりするやん。わかる。あれもちゃんと名前がついとって、設定もあんのよな。バニコっていうキャラクターで、誕生日8月25日で好きな食べ物バニラアイスとか、趣味エゴサーチとか。エゴサちゃんと設定があるんよな。逆にメンズ向けの求人の宣伝する、あれみたいやな。トラックに書いてある男性キャラクターやと、バニオっていう名前で誕生日8月20日、好きな食べ物ラーメンとか、趣味ゲーム、バニコの弟らしいよ。全然知らんし、そんな決める必要あるんかと思うけど。で、アドトラックってさ、昔はメジャーアーティストがさ、新しいアルバム出したり、大きいライブをするときにその宣伝で、アドトラック走らせとったりもしとったんやけど、本当結構昔やな。それこそ2011年とかの規制よりもっと前やな。俺が本当中学生とか高校生ぐらいの時からメジャーアーティストが広告宣伝でアドトラック使っとったんやけど、今やともうほとんどホストなんやな。やろうな。俺もそんなイメージやわ。っていうのもさっき言ったようにそういうイメージが悪いからさ、景観を損ねるとか風俗の宣伝とかに使われとるっていうイメージのせいで、ほとんど健全な広告っていうのは打たれなくなって、で、ほとんどホストが使っとんだけど、逆にこういうアドトラックの規制に対してホスト側はすごい反対しとって。やっぱ宣伝広告あるんやろうな、反対するってことは。で、ホストがアドトラックを使うことに対して現場の声を聞いた記事があったんやけど、あれはな、新規の客向けっていうのはもちろんあるんやけど、中には自分の担当ホストの顔をトラックに乗せるために頑張るっていうホストの客もおったりして、アドトラック自体がホストと客のモチベーション向上にとって大きな役割を果たしてるっていう側面があるらしい。確かにホスト単体だけのためのアドトラックとかもあるみたいやしな。調べたら店じゃなくて、アドトラックはもうホストと密接に関わっとって、ホストクラブの中やと規模が大きいところやと自社でアドトラックの会社を持っとったりして、で自分たちで使用せんときは1時間いくらとか決めて他の店に貸し出したりしとるみたいなの、いわゆる兼業みたいな。もうなくてはならんもんなんとんね。相場を調べてみると
2トントラックで1週間走行したら50万から70万とか、4トントラックで1週間走行した場合は100万から200万っていう感じで。でも高いと思うけど、あんだけ大きなスピーカーで流してたら効果あるんかな。全然回収できるぐらいの。見てしまうよな。印象には残るわな。ホスト業界が一番困るやろうな、この規制。結構死活問題やな。そんなことになっとんねや。ただまあ、東京に暮らしとる身からすると、新宿とか行くと普通におるけどな。アドトラックってまだ。一応まだ、それは違法でやってるってこと？いや、これはな、禁止されとるから、ちゃんと許可を取っとるらしいんよな。バニラも、はいはい。普通におるんやけど、ちゃんと車体に許可を得てますっていう許可証みたいなステッカーを貼っとって。があったら、一応、まだ走っていいんや。装飾もそこまで派手じゃなくて、で、音量とかもある程度抑えられとったら、別に許可は取れるらしいんよ。なるほどね。今まで結構無法地帯やったのが、一応法整備されて、ちゃんと規律を守ったらいいよみたいな感じにはなったんや。そういうことやな。完全になくなったってわけではないな。正直、地方民からすればさ、禁止になっとったってことも全然知らんだしさ。逆に、東京とかに行ってさ、アドトラック見たら、東京来たなっていう一種のさ、名物みたいになってさ、東京感じれていいとは思うけど、確かに毎日あんな大音量で流されると、東京都民からすると、鬱陶しく感じるってのも、まあわからんでもないかな。東京の風物詩と言いつつ、あのトラックは県外から来とんだけどな。千葉の田舎から走ってくんねん。ああ、県外か。あ、そんな。横浜とか、東京に駐車場というか、拠点を置けやんから、あの人たちは。まあでも、実際さ、俺らもさ、バニラつったらもう、あのバニラねってなるぐらいやからさ。もう歌も歌えるぐらい、やっぱ印象には残るやろな。単純にああやって街走っとることで、人目にもつくし、全然さ、俺ら子供の頃さ、バニラカーとか歌とか流れ見たことあるけどさ、その時はいまいち意味わからんだけど、大人になってさ、あ、バニラカーってそういう風俗系の宣伝なんやっていうのを知ってさ、風俗の紹介の車が平気でその日中、走っとんのはどうなんやろなって思うけどな。確かにさ、大丈夫かとは思うな。街中走っとる人にさ、そんなに訴求対象がさ、もっとなんかコアな層やからさ、そう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 。街歩いとる人それ見たって使わんけどな。ほとんどの人。あ、使わんよな。だってあれ別に繁華街だけっていうわけじゃないもんな。割と東京の歌舞伎町とかだけじゃなくてさ、表参道とかさ、ちょっと綺麗な街で走ってるからな。だからターゲット層が合ってないとこでも平気で走るからさ。でも脳内にさ、焼き付いとるからさ、いざ今は風俗で働く気ない人でも、実際じゃあ働くかってなった時に、バニラで探すっていうのは、高収入って歌っとるくらいやからな。割と大きい会社なんかなみたいな、ちょっと安心感があったりもするんかね。とりあえずバニラで調べてみようってなるかもしれんの。確かに選択肢としては、確かにな。それはあるかもな。全く知らんさ、地方っていうか、馬松の風俗に行くよりは、宣伝を取るバニラで風俗探して紹介してもらった方が、バックもしっかりしとるし安全やろなっていう意味では、確かに理にはかなっとるかもしれんな。もし風俗で考えとる人からすればな。そうやな。だから、バニラで必要悪かもしれんな。じゃあ、なかったら困る人はいっぱいおると思うわ。どうなのな。そういうな、風俗の求人サイトっていうのは多分他にもあるやろうから、まあ、バニラがなくなり他のサイトが使われるんやろうけど。でも、インターネットとかさ、自分で調べるよりか、バニラを通して調べた方が良くない？まあ、そこに安心感は生まれるかもな。安心感なんて、その風俗の求人を探すのに必要かどうかわからんけどさ。でもこうやって法がさ、規制されることで、度が過ぎたさ、今までほんまに爆音で東京の街を走っとった車が節度を持ってやることで、東京都民からすれば良くはなってるんやろ。そうやな。俺たまにさ、都内運転することあるんやけどさ、目の前にアドトラックおると結構鬱陶しいからな。あれさ、ずっとリピートで同じ音楽流してるからさ。はいはい。ああ。頭おかしくなるで、あれ。まあ、前走ってると。あんなに大音量で。しかもちゃんと法定速度守ってさ、ゆっくり走るからさ。そうやな、飛ばしたら意味ないからな。別に違法ではないんやけどさ、ゆっくり走ること。でもまあ、目の前におってな、リピートされると本当にな、うんざりしてくるな。確かにそうやな。でも、ああいうアドトラックって外国では見たことないからさ、少なくとも俺が行ったことのあるアジアでは見たことないんよな。言われてみればそうやな、日本独自の文化になるんか？日本の風物詩みたいな感じかもしれんな。確かに、外国人からすれば、珍しいもん見れたみたいな感じになっとるんじゃない？近いな。俺もさ、東京に住んでない時はさ、東京来て、
やっぱバニラの宣伝、アドトラックを見るとさ、東京来たなっていう感じになっとったからな。東京よく走っとるマリオカートみたいな感じでさ、あ、最近話題の。都会といえばみたいな、確かにな。しょっちゅう見とったら嫌になるやろうけど。でも、もっとさ、健全な宣伝があってもいいと思うけどな。個人的にはな。そやな。そういう広告売っとるのが結構グレー寄りな媒体もあるから、そこは難しいんかもしれんけど。ホストとか風俗ばっかりになっちまっとるからあれやけどな。っていうイメージもあんま良くないかな。正直テレビ CM よりも効果あるような気もするけどな。確かに、今の現代層からすれば、テレビ見やんからさ、若者とかは。テレビとか新聞の広告欄とかよりは効果あるかな。で、しかもテレビ CM とか新聞の広告もだいぶ高いからな、金的に言っても。そうやな。だから費用対効果って考えれば、一番まあそんな変わらんわな。変わらんっていうかまあむしろアドトラックの方が安いか。そう、アドトラックの方が。全然安いか。タレントもいらんしな。これ規制するんやったらさ、俺選挙カーも規制してほしいわ。あっちもうるせえよな。選挙期間中はな、朝から晩まで。似たようなもんやんな。まあ似たようなもんじゃ似たようなもんやわ。ずっと同じさ、候補者の名前ひたすら叫ぶだけの。アドトラックじゃなくて全国民が思っとることやからな。こっちの方が多いかもしれんわ、なんなら。規制しろっていう人は。しかも選挙カーの声が配信に入ると、それで大体住んどる場所がバレてしまったりするな。配信者とか持ったりしてな。はいはい。すげえ迷惑やんな。いろんな気使わなあかんな。個人的にはホストって結構治安悪化させる温床だと思っとるからさ。はいはい。ホスト業界はな、正直廃れていった方がいいと思っとる人なんやけど、俺は。まあなんか俺らがホストに対する解像度があんまり高くないっていうのもあれやけど、あんまり印象は良くないわな。アドトラック規制ってか、広告内容を規制してほしいな。トラック自体を規制するっていうかな。さっきも言ったけど、あんな風俗広告は平気で日中走っとるっていうのは、冷静に考えたらどうなんやって思う面もあるからな。広告内容をもっと健全なものにすれば、俺はアドトラックは繁華街の時間帯さえ気にすれば、普通に走っとってもいいと思うわ。確かに。そんな感じで、今日はアドトラックが東京都内で規制されるようになったっていう話を取り上げてみました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと、個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。